はい、こんにちは。ミミルのハンスです。今日はですね、僕らが作っているこの、玉龍神の、3D モデルを、3D で、3D というか VR で体験しながら、案内しようと思ってます。だいぶできる、ようになったんですけれども、そうですね、80% ぐらいはできるんですけども、まだ結構仕事が残ってますけども、そろそろちょっと見せたいと思って、ぜひ一緒に、歩き回りたいと思います。はい、皆さん、ゲロシーの玉龍寺にようこそ。僕は今、このお寺の中の部屋に立っているような気分になってるんです。これはシックストフといってですね、自由に体を動かして歩くことができるんですね。部屋の中に。実際は僕は多治見の部屋にいるんですけれども、ここまでは部屋ですね。自分の部屋はここまでですけれども、お寺の中にはもっともっと広いスペースがありますね。でもある程度は歩けます。しゃがんだら自然なように床が近くなりますし、上を見ても、本当にこの柱にぶつかりそうだったんですね。ということで、あなたはどこにいても、世界中どこにいても、このお寺を体験することができるわけです。で、モデルはだいぶできるようになったんですね。今、そうですね、襖はこんな風になってますし、照明、例えばできてないところは照明とかそういうところがあるんですけども、少しずつそれを見ていこうと思ってます。いろいろ、デザイナーさんが言ってるんですけども、そうですね、80% まで作ってきても、あとの20% は半分の仕事ぐらいですね。細かいところ。それ今やってるんですけども、線のところを直すことができると彼は言ってるんですけども、どっかで切らなきゃいけないですね。例えば、こういう、テクスチャーですね。もう少し自然にするのとか、これはテクスチャーを貼ってですね、木材の、自然な木材を、作ろうと彼が言ってるんですね。で、ワープでちょっと移動しましょう。こうやってバーチャルでですね、移動できるから、自分の部屋が小さいんですけど、広い部屋でも移動できるわけですね、その中で。で、これは、メインの、本堂のメインの部屋ですけれども、禅宗のお寺はこんな感じになっていると言われています。床はこの、クロスみたいになったんですね。木材が見えてるんで、周りが畳があるんですね。で、ここはこの素晴らしい、竜の襖があるんです。有名な先生が書いてるんですけども、それはまた別な、動画でちょっとお話そうと思ってます。で、一番気になるのはこの大きな、天下というものなんですね。もともとインドの王様のパラソルみたいな感じだったらしいです。インドは、暑いんで、この中に入ったら少し影があるから、そういうふうに使ってたと、どっかで読んだことがありますけれども、中国を通してここにまで来たら、また仏教の別なものになってきました。で、細かく言うとですね、例えばこの畳は実は途中まで作ったんですね。もっともっと自然に、光を反射するようにするとデザイナーさんが言ってるんですね。PBR という技術を使ってですね、物が自然に物理的に、光を反射するようにする技術。それができると、すごく
リアルに見えるわけですね。この天外ですけれども、非常にたくさんポリゴンマスのパズルのようにですね、モデルを作るために、あるこの部品というか小さな、カットですけれども、それをたくさん使っているから、これだけを入れるとモデル全体が重たくなる。そうするとここに中に入ってうまくスムースに見れないので、その最適化、これも大きな仕事です。しかし皆さんがそれを見てもわからないですね。スムースに動いてるっていいことですけども、問題があるだけは気がつくから、ちょっとね、デザイナーさんもかわいそうなところもあるんですね。すごいそれは今頑張ってます。この部分は、このパネルは、木材のパネルはフォトグラメトリーで、作ってるんですね。カメラで、キャプチャーして 3D モデルを作ってるんですけども、これも今ちょっとデータ量が多いから、これを最適化すると言ってるんですね。だいぶできるようになったんです。すごい竜が綺麗になってるんですね。で、こんな感じですね。照明は、これは仮の照明ですね。このボールみたいなものですね。これは照明になってるんですけど、実はね、こういうものがないと、この中に入ると真っ黒ですね。やっぱり照明は全てですね。光があると物が見える。まあ、当たり前の話ですけれども、3D の世界でもそうです。照明を入れないといけないです。で、これは、Unreal Engine というゲームエンジンで作ってるから、基本的にゲームソフトを使ってですね、作ってるんです。使ってですね、3D モデリングを、するんですけれども、その、形を作ってですね、上にテクスチャーを貼るのと、UV マップというんですけども、襖、の絵が描いてあるんですね。同じ先生なんですけども、こんな感じになってきました。で、今度は、これはもう完璧に出来上がったらですね、これをメタバースに上げて、皆さんがここに入れるようにしたいと思います。ちょっと別な作り方になりますけども、またそれはもう一から作らなきゃいけないですね。このモデルは今 PC で動いてます。で、無線でこのヘッドセットにストリーミングをしてますね。いかがでしょうか。仕上げは楽しみですね。